ねえ、ケンタ。最近リスナーからこんなメッセージもらったんだけど、単語も文法も知ってるのに、会話になると頭の中で翻訳してから話すから全然間に合わないって。わかる。僕も英語勉強してた時、まさにそれだった。頭の中で日本語で考えて、それを英語に変換して、気づいたら会話終わってるみたいな。そう。で、その人、どうしたら日本語で直接考えられるようになるんですかって聞いてきたの。いい質問だね。というか、それができるようになったら本当に世界変わるよね。でしょ？だから今日はその日本語で考えるっていうテーマで話そうと思って。これ実は多くの学習者が壁にぶつかるポイントなんだよね。うん。で、まず最初に言っておきたいのが、日本語で考えるっていうのは、いきなり複雑な哲学的な思考を日本語でできるようになることじゃないってこと。そうそう。最初から人生の意味について日本語で考察できるなんて無理だから。そうじゃなくてもっとシンプル。例えば、目の前にコーヒーがあるとするでしょ。それを見て頭の中で、あ、コーヒーだって母語を経由せずに直接思えるかどうか。うん、それが第一歩。つまり物事と日本語を直接つなげる回路を作るってこと。母語っていう中継地点を通らないルートね。そう。で、なんでこれが大事かっていうと、理由は大きく3つあると思うんだ。1つ目は、理解のスピードが圧倒的に上がる。翻訳のステップがなくなるわけだからそりゃそうだよね。2つ目が、話す時の自然さ。母語で考えてから日本語に変換すると、どうしても不自然な表現になりがちなんだよ。ああ、それわかる。言語によって表現の仕方とか物事の捉え方自体が違うもんね。そうなんだよ。で、3つ目が、これ一番面白いんだけど、文化的な理解が深まるってこと。言語と文化って切り離せないから、日本語で考えられるようになると、日本人の感覚とか価値観も自然と入ってくる。うん、それって言語学習の醍醐味だよね。ただ言葉を覚えるんじゃなくて、新しい世界の見方を手に入れる感じ。まさに。だから、今日の動画では具体的にどうやってその回路を作っていくか、4つのパートに分けて説明していこうと思います。第1部が今やってる基本的な考え方。第2部で頭の中の配線を変える方法。第3部が実践トレーニング。そして第4部で日本語的な思考法を取り入れる。特に第3部のトレーニング法は明日からすぐ使えるものばかりだから、ぜひ最後まで見てほしいな。あ、そうだ。この動画が役に立ったら、ぜひ高評価ボタンを押してくれると嬉しいです。チャンネルの成長にすごく助かるので。よーし、じゃあ本題に入っていこうか。うん。じゃあ次は具体的にどうやって日本語のを作っていくかって話だね。じゃあ第2部。ここからが本格的なトレーニングの話になるんだけど、まず大前提として理解してほしいことがあるの。何？日本語で考える脳っていうのは自然に手に入るものじゃないってこと。意識的に作っていかなきゃいけない。そうだね。母語は生まれてからずっと毎日使ってるから、それが脳のデフォルト設定になってるわけで。そう。だから日本語を脳の中に新しい回路として作るには日々の習慣を変えていく必要があるんだよね。で、まず最初の方法が日本語バブルを作るってこと。日本語バブル聞いたことないけど。自分の周りの環境をできるだけ日本語で満たすの。例えばスマホの言語設定を日本語にする。それいいね。毎日何十回も見るものだから効果ありそでしょ？あとは SNS のフィードとかニュースアプリとか、自分が毎日触れるものに日本語を混ぜていく。別に全部理解できなくていいの。大事なのは日本語に触れる量を圧倒的に増やすこと。う。なるほど。脳を日本語の環境に慣れさせるわけか。そうそう。で、これに関連してもう一つ強力な方法があって、ながら聞き。日本語のポッドキャストとか音楽、ドラマを作業しながら流しっぱなしにするの。でもさ、聞き流すだけで意味あるの？集中してないし、内容も理解できてないかもしれないじゃん。それがね、意味あるんだよ。脳って面白くて、意識してなくても音のパターンとかリズムを無意識に吸収してるの。へえ。赤ちゃんが言葉を覚える時と同じ原理。最初は意味分かってないけど、ずっと聞いてるうちに自然とパターンが頭に入ってくるでしょ。確かに。じゃあ理解度は気にしなくていいんだ。最初はね、とにかく日本語の音に脳を浸すことが大事。で、次に超重要なトレーニングがあるんだけど、何それ？頻訳禁止ドリル。頻訳禁止？そう。単語を覚えるとき、午後の単語とリンクさせないの。例えば、猫って単語を覚えるとき、どうやって覚える？普通は自分の母語でキャットとか覚えるよね。それをやめる。
単語カードに母語の訳を書かない。代わりに猫の写真を使う。猫っていう音とモフモフした生き物のイメージを直接結びつけるの。なるほど。母語を中継しないわけか。そういうこと。で、これ具体的なものだと簡単なんだけど、抽象的な言葉はどうするかって話になるよね。そうだよね。嬉しいとか悲しいとか写真じゃ表せないし。そういう言葉はシンプルな日本語の説明か感情、状況とリンクさせる。例えば、嬉しいだったら、いいことがあった時の温かい気持ちとか。でもそれ最初は難しくない？最初は確かに面倒。でもね、この作業をすることで言葉と概念が直接つながっていくの。で、文レベルでも同じことができるんだよ。文レベル？シャドーイングって知ってる？聞いた音をすぐに真似して言うやつでしょ？そう。でもポイントは、意味を母語に変換しようとしないこと。音とリズムと感情に集中する。意味わかんなくてもいいの？最初はね、大事なのは日本語の音とイントネーションのパターンを体に染み込ませること。意味は後からついてく。へえ。で、さっき言ってた文法の話もあるんだよね。そうそう、これがまた重要でさ、多くの学習者が文法を変換ツールだと思ってるの。変換ツール？母語の文をどうやって日本語に変換するかっていう道具として見てるってこと。でもそれ根本的に間違ってる。どういうこと？文法っていうのはその言語を使う人たちの世界の見方なんだよ。だから母語の思考を日本語にどう変換するかじゃなくて、日本語話者はこの状況をどう捉えるかって考えなきゃいけない。抽象的だな。具体例ある？あるよ。例えば助詞のはとがそれ学習者が一番悩むやつだ。でしょ。で、多くの教科書は母語ベースのルールで説明しようとする。でもね、それよりも大量の例文に触れて文脈の中で、こういう時ははなんだって感覚でつかむ方が絶対いい。理屈じゃなくて感覚か。そう。母語で考えるんじゃなくて、日本語のレンズを通して状況を見る練習をするってこと。これが頭の配線を変えるっていう意味。なるほどね。で、次のパートでは具体的なトレーニング方法を紹介するんだよね。そう。明日から使える実践的な方法をいくつか紹介するよ。じゃあ第3部。ここからは具体的なトレーニング方法を紹介していくんだけど、全部日常生活に組み込めるものばかりだから。そうそう。特別な教材も必要ないし、1日5分からでもできる。で、最初に紹介したいのが実況中継トレーニング。実況中継？自分がやってることを頭の中で日本語で実況するの。スポーツの実況みたいに。面白そう。例えば、朝コーヒー入れてるとき、カップを取る、水を入れる、スイッチを押す、待つ、いい匂いがする、みたいな。めっちゃシンプルだね。そう、それでいいの。というか、最初はシンプルじゃないと続かないから。重要なのは、母語で考えてから翻訳するんじゃなくて、目の前のことを直接日本語で捉える練習。でもさ、言いたい単語がわからないときはどうするの？完璧を求めない。わからなかったら、あれとかこれでいい。もしくは、知ってる簡単な言葉で説明する。それ大事だね。完璧主義になると続かないもん。そうなんだよ。で、このトレーニングのいいところはいつでもどこでもできること。歩いてるとき、料理してるとき、掃除してるとき。日常のあらゆる場面が練習になるわけか。まさに。で、次のトレーニングが一枚写真日記。写真日記。普通の日記じゃなくて？普通の日記だと母語で日記書く習慣がある人はどうしても母語で考えてから訳しちゃうんだよ。確かに。だからやり方を変える。その日の写真を1枚選んで、それについて2、3分日本語で書くだけ。写真を見ながら書くってこと？そう。写真に写ってるものを見て感じたことを直接日本語にする。例えばカフェの写真だったら、今日は友達とカフェに行った。コーヒーが美味しかった。楽しかった。とか。本当にシンプルでいいんだ。いいの。というかシンプルな方がいい。大事なのは視覚情報から直接日本語を生み出す回路を作ること。なるほどね。で、次は？次がセルフ Q&A ドリル。これ個人的に一番効果あると思ってる。どんなの？一日の中で自分に簡単な質問をして日本語で答えるの。声に出してもいいし、心の中でもいい。例えば？今何時？ 3 時。お腹空いた？うん、空いた。天気はどう？晴れてる。とか、本当に簡単な質問でいい。それ何が効果的なの？自動化。
反射的に日本語が出てくるようになる。母語で考える暇を与えないんだよ。なるほど。質問と答えがセットで頭に入るから、考える前に言葉が出るようになるわけか。そういうこと。で、これ慣れてきたら質問を少しずつ複雑にしていけばいい。今日何食べたいとか、週末の予定はとか。段階的にレベルアップできるんだね。で、最後に紹介したいのがチャンク思考法。チャンク？言葉の塊。単語一個一個じゃなくて、よく使うフレーズを塊として覚えて使うってこと。具体的には？例えば、そうですね。ちょっと待って。お腹が空いた。何々かもしれないとか。こういうのって一つ一つの単語に分解して考えないでしょ？確かに、セットで一つの意味になってる。さあ。で、こういうチャンクをたくさん持ってると、思考がすごくスムーズになるの。どういうこと？例えば、何か不確かなことを言いたいとき、何々かもしれないっていうチャンクがあれば、それをポンと使えばいい。明日雨かもしれない。彼女忙しいかもしれないって。一から文を組み立てなくていいんだ。そういうこと。チャンクが思考の部品になるわけ。で、これ増やせば増やすほど、日本語で考えるのが楽になる。どうやって増やすの？日本語を聞いたり読んだりしてるときに、このフレーズよく出てくるなーって思ったらメモする。で、それを自分でも使ってみる。実際に使うことが大事なんだね。超大事。知ってるだけじゃダメで、自分の口から何回も出すことで本当に自分のものになる。で、今紹介した4つのトレーニング、全部やらなきゃダメ？いや、全然。まずは1個選んで1週間続けてみて。それができるようになったら次を追加する感じでいいと思う。無理しないことが大事だもんね。そうそう。一番ダメなのは張り切りすぎて3日で挫折すること。小さく始めて習慣にする方がずっと効果的。じゃあ次のパートではもっと深い話に入っていくよ。日本語で考えるっていうのは日本語話者みたいに考えるってことでもあるから。そう。言語と文化は切り離せないからね。じゃあ第4部。ここからは少し踏み込んだ話になるんだけど、日本語で考えるっていうのは、ただ言葉を置き換えるだけじゃないんだよね。そう。日本語話者の考え方、世界の捉え方そのものを理解する必要がある。言語って文化と深く結びついてるから、日本語の構造自体が日本人の思考パターンを反映してるわけで。で、まず理解してほしいのが、コンテクスト重視っていう考え方。コンテクスト？文脈ってこと？そう。日本語って主語を省略することがめちゃくちゃ多いでしょ？確かに。お腹すいたとか疲れたとか誰がとか言わないもんね。それって状況から明らかだから、わざわざ私はとか言う必要がないの。でも多くの言語では主語を省略できないよね。そうなんだよ。だからその言語を母語とする学習者はいつも主語をつけちゃう癖がある。私はお腹が空きましたみたいな。間違ってはいないけどちょっと不自然だよね。そう。だから日本語で考えるときは、私とかあなたを思考の中心に置かない練習が必要なの。じゃあ何を中心に置くの？状況、共有されてる場面全体。例えば友達と歩いてて急に雨が降ってきたとき、雨だって言うでしょ？その時頭の中で私たちに雨が降ってきたなんて考えないよね。ただ雨っていう状況が最初に来る。確かに。状況が先で自分は後回しっていうか。まさに、これが日本語の思考パターン。誰がじゃなくて何が起きてるかが中心。なるほどね。で、次は？次が動詞中心の世界観。動詞中心？多くの言語は名詞、つまり誰が何がから思考が始まる。でも日本語は動詞、つまりどうなってるかが重要なの。具体例ある？例えば犬が走ってる絵を見たとき、英語話者なら The dog is running って犬が主役で考えるよね。でも日本語では走ってるが先に来ることが多い。場面を見て、走ってるなって。犬は文脈からわかる。へえ、言われてみれば確かにそういう感覚あるかも。だから日本語で考える練習をするとき、絵や状況を見たら、まず動詞を思い浮かべる癖をつけるといい。何がじゃなくてどうなってるから入るわけか。そういうこと。これができるようになると、日本語の語順がすごく自然に感じられるようになる。なるほどね。で、最後に話したいのが曖昧さの美学。曖昧さ？そう。これ日本語の特徴として超重要なんだけど、多くの学習者が苦手とするところ。
どういうこと？多くの言語、特に西洋の言語は明確さを重視する。イエスかノーか、絶対そうだか違うかをはっきりさせる文化。うんうん。でも日本語は違う。何々と思う、何々みたい、何々でしょう、何々かもしれないとか、断定を避ける表現がめちゃくちゃ多い。確かに日本人で断言しないよね。それって弱さとか自信のなさじゃないんだよ。むしろ相手への配慮とか状況の複雑さを認識してる証拠。奥ゆかしさみたいなもの？そうそう。絶対こうだって言い切らないことで相手に余地を残してるの。なるほどね。で、これを日本語で考えるときにどう生かすの？頭の中で結論を出すとき、すぐに断定しない。明日は晴れるじゃなくて、明日は晴れるでしょう。彼は来るじゃなくて、彼は来ると思う。常にワンクッションを置くわけか。そう。最初は違和感あるかもしれないけど、これが日本語話者の自然な思考パターンなの。曖昧さを不確かさじゃなくて繊細さとして捉えるってことだね。まさに。で、これができるようになると、日本語のニュアンスがすごく深く理解できるようになる。言葉の裏にある文化が見えてくる感じ。そういうこと。言語学習って結局は文化学習でもあるから。じゃあ次のパートで最後だね。よくある悩みとその解決法について話そうか。みんながつまずくポイントと長期的にどう取り組んでいけばいいかをまとめるよ。じゃあ最終パート。ここまでいろいろな方法を紹介してきたけど、実際やってみると壁にぶつかることもあるよね。うん。で、一番多い悩みが、気づいたら母語で考えてるってやつ。それね。リスナーからのメッセージでもめちゃくちゃ多い。でもさ、これ当たり前なんだよ。母語って何十年も使ってきた脳の高速道路みたいなもんで。日本語はまだ作りかけの細い道。そりゃ気を抜いたら高速道路に戻っちゃうよね。じゃあどうすればいいの？自分を責めない。また母語で考えてたって気づいたら、優しく日本語の道に戻る。それを繰り返すうちに、日本語の道が少しずつ太くなっていく。筋トレみたいなもんだね。まさに。一回で変わるわけじゃない。毎日少しずつ回路を強化していくイメージ。で、次によく聞くのが、日本語で考えてもすごく単純なことしか思い浮かばないっていう悩み。それも超わかる。どう答える？当たり前だよって。母語の内なる声は何十年もかけて育ててきたもの。日本語の内なる声はまだ赤ちゃんなんだから。そっか、比べること自体がフェアじゃないんだ。そう。コーヒー飲む、疲れた、眠い。それでいいの。むしろそういうシンプルな思考が土台になる。建物と同じで基礎がしっかりしてないと複雑なものは建てられないもんね。その通り。シンプルな日本語で考えられることをまず喜ぶべきなんだよ。で、もう一つよくあるのが、言いたい単語がわからないっていう壁。これ実はチャンスなんだよね。チャンス？わからない単語があったら、それを簡単な日本語で説明する練習になる。これ、日本語で考える力をめちゃくちゃ鍛えるの。なるほど。これとかあれとか使ったり、知ってる言葉で言い換えたり。そうそう。あとは後でメモして調べればいい。その場で完璧じゃなくていい。問題解決を日本語でやってるわけだから、それ自体がトレーニングになってるんだね。まさに。で、ここまでいろいろ話してきたけど、一番大事なことを最後に言っておきたい。何？これ、スイッチじゃないってこと。ある日突然、よし、今日から日本語で考えられるってなるもんじゃない。じゃあどういうプロセスなの？徐々に、少しずつ。最初は1日に数秒。それが数分になって数時間になって。でも常にじゃない。母語と日本語を行ったり来たりしながら。グラデーションみたいな感じ？そうそう。白か黒かじゃなくて、色がどんどん混ざっていく感じ。で、進歩も直線的じゃないんだよね。そう。調子いい日もあれば、全然ダメな日もある。それが普通。長期的な視点で見ることが大事なんだね。半年前の自分と比べて、少しでも日本語で考える時間が増えてたら、それは成長してる証拠。じゃあ最後にリスナーへのメッセージとチャレンジを出そうか。いいね。まず今日紹介した方法の中から一つだけ選んで。一つだけ？欲張らない。実況中継でも写真日記でも Q&A でも何でもいい。一つ選んで次の1週間毎日やってみる。毎日って言っても5分とかでいいんだよね。もちろん。むしろ5分の方がいい。長時間やろうとすると続かないから。で、1週間続けられたら自分を褒める。超大事。小さな成功を認めることがモチベーション維持につながる。そして覚えておいてほしいのが、日本語で考えられるようになることは母語を捨てることじゃないってこと。
そうそう。新しい世界の見方を母語と並行して手に入れるってこと。母語があるからこそ日本語で考えることの面白さがわかるんだよね。二つの視点で世界を見られるってすごく豊かなことだから。うん。言語ってただのコミュニケーションツールじゃない。思考のツールであり、文化の窓でもある。日本語で考えられるようになると、日本文化の深いところまで理解できるようになるし、日本語を使うこと自体がもっと楽しくなる。そうでね。で、最後にもう一回言っておくけど、焦らないこと。これが一番大事かもね。言語習得に近道はない。でも正しい道はある。今日紹介した方法はその道の一つ。毎日少しずつ楽しみながら続けていけば、気づいた時には、あれ？今日本語で考えてたって瞬間が増えてるはず。その瞬間を楽しみにしながら、日々の練習を大切にしてほしいな。というわけで、今日の日本語で考える方法、これで終わりです。この動画が役に立ったら、ぜひ高評価ボタンを押してください。チャンネルの成長に本当に助かります。コメント欄でどのトレーニング方法を試してみたいか教えてくれたら嬉しいです。次回の動画でまた会いましょう。じゃあねー。またねー。